こんにちは。モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー104をご紹介します。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。ABC の順番で紹介します。101と104の違いです。花びらと花芯の形が違います。今回の104の方が作業工程が少ないです。101ではパーツをプロパンコンロで温めましたが、今回104ではバーナーの炎で温めます。バーナーは101の時と同じ A3 インターナショナルの B8 バーナープロパンガス用です。101ではきなりガラスで作りましたが、今回は佐竹ガラスで作ります。48ステンレス棒を使いますが、普通のステンレス棒を使用しても構いません。改めまして A からスタートします。画像の花びらパーツを作ります。直径約 12mm、長さ約 26mm です。48ステンレス棒に G1 無色透明をつけますが、普通の 4mm ステンレス棒でも構いません。最初は少しつけて、徐々に追加して大きくしていきます。左官5手で円柱にします。48ステンレス棒を先端に接続して、反対側の48ステンレス棒を外します。形を整えます。この地点で長さも直径も約 28mm です。炎が当たらないところで A29 白を軽く押し付けながら乗せます。炎の中で切り離します。先に乗せた白いガラスを溶かさないように次の白いガラスを乗せていきます。5箇所に乗せました。表面がデコボコした状態です。デコボコを溶かして平らにします。しばらく炎に入れていると溶けていきます。おおよそ平らになりました。左官5手で形を整えます。白いガラス部分を透明で覆っていきます。左官5手で押さえます。炎が当たらないところで軽く押し付けたら、炎の中で切り離します。先に乗せた透明ガラスを溶かさないように次の透明ガラスを乗せていきます。白いガラスを透明で覆いました。端に透明ガラスを追加します。炎が当たらないところでポチッとつけたら、炎の中で切り離します。先端を溶かしながら中心へ寄せていきます。ピンセットでつまんで中心へ集めます。集めたガラスを溶かして取り除きます。48ステンレス棒を先端に接続して、反対側の48ステンレス棒を外します。左官5手で押さえます。こちら側も同じく先端を溶かしながらガラスを中心へ寄せていきます。左官5手で中心へ寄せています。ピンセットでつまんで中心へ集めます。集めたガラスを溶かして取り除きます。全体が柔らかい状態でガラス棒を接続します。ここから約5分40秒かけてこのガラスの塊を引き伸ばしていきます。最初の1分30秒ぐらいは温めるのみです。伸ばすのではなく、ただ温めるのみです。塊が大きいので全体を柔らかくするのに時間がかかります。左右を持ち替えます。1分30秒あたりから少しだけ伸ばします。少し伸ばした状態で温めを続けます。炎の中に入れたり出したりしながら形を崩さないように温めます。ガラス全体に熱が伝わるのを待っています。均等に熱が伝わった状態で伸ばさないときれいに伸ばすことができません。3分30秒から4分30秒の1分間ぐらいが最もガラスを伸ばしている時間です。4分30秒あたりからはガラスの端の部分を伸ばしています。5分前に伸ばし終わりました。ここから約40秒間、ガラスが硬くなるのを待ちます。炎を消しました。左右に引っ張った状態でガラスが硬くなるのを待ちます。硬くなったらタイルカッターで切ります。
パーライトに入れてゆっくり温度を下げます。映像はイメージです。花びらパーツが完成です。全体は23センチぐらいありますが、実際に使える部分は15センチぐらいです。2.5 センチ間隔で印をつけたら、タイルカッターで切ります。パーツの切り方ですが、一周傷を入れてから切ることをお勧めします。映像は動画102の A、6分20秒あたりのものです。花びらパーツは直径約 12mm、長さ約 26mm です。8の字もしくはまっすぐに並べます。8の字もしくはまっすぐにならない場合は、ダイヤモンドヤスリや砥石で削って調整します。粘土で固定する方法もあります。粘土で固定する場合は、研磨は必要なくなります。粘土の使用方法は、動画ナンバー赤色の108の A で紹介しています。次は B です。花芯を作ります。まず白い線が1本入ったパーツを作ります。完成した花芯がこちらです。48ステンレス棒に A29 白を溶かしつけていきます。普通の 4mm ステンレス棒でも構いません。左官ごてで円柱にします。G12 イエローグリーンを厚めに乗せます。左官ごてで押さえます。炎が当たらないところでガラスを乗せたら、炎の中で切り離します。先に乗せた G12 イエローグリーンを溶かさないように次を乗せていきます。ガラスは厚く乗せてください。左官ごてで押さえます。先端を溶かしながら中心へ集めます。先端をピンセットでつまんで取り除きます。よく温めた48ステンレス棒を先端につけて反対側の48ステンレス棒を外します。こちら側もガラスを中心へ集めます。ピンセットでつまんで取り除きます。全体を柔らかくしたらガラス棒を接続します。ここから2分45秒の作業です。最初の2分間は温めるのみです。形を保ちながら全体が柔らかくなるまで温めを続けます。今回の伸ばし方は少しミスをしてしまいました。直径 4mm から 5mm 程度に伸ばすつもりだったのですが、7mm から 8mm になってしまいました。画像は2分5秒の地点での形です。今思えば、この地点で炎から出して一気に伸ばせば 4mm から 5mm になったと思います。しかしこの時は炎の中に入れたり出したりしながら伸ばすタイミングを迷ってしまいました。なんとなく伸ばしてしまい、予定より太い 7mm から 8mm になりました。2分45秒で伸ばし終わります。タイルカッターで切ります。パーライトに入れてゆっくり温度を下げます。映像はイメージです。白い線が1本入ったパーツができました。タイルカッターで切ります。直径は約 7mm から 8mm です。長さは約 13mm です。予定より太くなってしまいましたが、そのまま使います。48ステンレス棒に G12 イエローグリーンをつけます。普通の 4mm ステンレス棒でも構いません。左官ごてで円柱にします。この地点で長さも直径も約 17mm です。パーツの端を温めます。お互いが温まった状態で接続可能です。1本目が接続できました。炎から出してパーツを接続します。同じ作業を繰り返してパーツを並べていきます。ピンセットに代わってラジオペンチを使います。作業内容は同じです。パーツの端を温めたら炎から出して接続します。少し温めて押し付けます。最後の1本です。パーツの端を温めたら炎から出して接続します。接続した部分を温めてラジオペンチで押します。パーツを乗せ終わりました。
周りを G1 無色透明で覆います。炎が当たらないところでガラスを乗せて、炎の中で切り離します。左官ごてで押さえます。先に乗せた透明ガラスを溶かさないように、次の透明ガラスを乗せていきます。炎が当たらないところでガラスを乗せて、炎の中で切り離します。左官ごてで押さえます。全体を透明ガラスで覆いました。中心へ寄せていきます。コテを炎の中で使うときは、時々水で冷ましてください。ピンセットでつまんで中心へガラスを集めます。集めたガラスを溶かして取り除きます。白い線がすべて中心へ集まるようにします。48ステンレス棒を先端につけて、反対側の48ステンレス棒を外します。こちら側も中心へガラスを集めます。ピンセットでつまんで中心へ寄せていきます。コテを使って中心へ寄せていきます。先端をピンセットでつまみます。つまんだ部分を溶かして取り除きます。全体が柔らかくなったらガラス棒を接続します。ここから約2分30秒かけて伸ばします。すぐには伸ばしません。最初の1分間ぐらいは温めるのみです。ガラスを柔らかくします。1分あたりから伸ばし始めます。炎の中へ入れたり出したりしながら伸ばしていきます。1分30秒あたりから大きく伸ばします。2分10秒ぐらいでおおよそ伸ばし終わりました。あとはガラスを冷まします。約2分30秒でガラスが固まりました。タイルカッターで切ります。パーライトに入れてゆっくり温度を下げます。映像はイメージです。白い線が11本入った花芯ができました。次は C です。A と B の部品を合体します。A で作った花びらと B で作った花芯を並べました。花びらは8の字もしくはまっすぐになるように並べます。真上からの映像です。A3 インターナショナルの丸型余熱台です。ネジを1箇所締めます。100円ショップセリアで購入した本立てです。目玉クリップで固定します。本立ては塗装してあります。塗装が焦げるので、できれば塗装していない鉄板を使用するのが理想的です。花びらの直径は約12ミリです。長さは約26ミリです。花芯の直径は約8ミリです。長さは約26ミリです。本立ての上で並べます。先ほども言いましたが、8の字もしくはまっすぐになるように並べます。位置を変えることにしました。回転させます。エアポンプの電源を入れます。エアポンプの振動でパーツが動いています。これは問題なので、エアポンプをバーナーから遠ざけます。エアポンプをバーナーから離れた位置に移動しました。100均の食品用容器を半分に切ったものです。広がっていたので少し狭めてから丸型余熱台に乗せます。余熱カバーとして使います。この余熱カバーの作り方は動画ナンバー赤色の 108-B で紹介しています。バーナーに点火します。点火したところから秒数を表示しています。48ステンレス棒を赤くします。普通の 4mm ステンレス棒でも構いません。赤くなったら G1 無色透明をつけます。少しずつ追加しながらガラスを増やしていきます。2分30秒あたりで右側にカバーを置きます。このカバーですが、最初から置いておいてもよかったかと思います。次に左側にカバーを置きます。急激に温度を上げるとパーツが割れてしまうので、パーツから離れた位置にカバーを置きました。48ステンレス棒のガラスが硬くならないように溶かしています。4分10秒あたりでカバーを
パーツに少し近づけます。5分15秒あたりからカバーをさらに近づけます。48ステンレス棒の先につけたガラスが硬くならないように炎に入れたり出したりしています。9分15秒あたりで左側のカバーを外します。続いて右側のカバーを外します。ガスを止めてパーツの上にガラスをそっと落とします。コテでガラスを押さえてしっかり接続させます。本立てが焦げました。先ほども言いましたが、できれば塗装していない鉄板を使用することをお勧めします。花びらパーツにすすがつきました。おそらく本立ての塗装が焦げたのが原因だと思います。この後作業を進めるとすすは自然に消えます。今からパーツを触るのでピンセットを温めます。炎から出してパーツを中心へ寄せます。パーツが開かないようにガラスをつけて固定します。5箇所にガラスをつけて固定しました。すすはほとんど消えています。ネジを緩めて丸型余熱台を外します。全体を G1 無色透明で覆います。透明ガラスを乗せたら左官ゴテで押さえます。先に乗せた透明ガラスを溶かさないように次の透明ガラスを乗せていきます。透明ガラスを5箇所に乗せました。次は花びらの上に透明ガラスを乗せます。透明ガラスを乗せたら左官ゴテで押さえます。透明ガラスを乗せたら左官ゴテで押さえます。パーツ全体を透明ガラスで覆いました。この隙間から空気を排出しながら溶かしていきます。隙間が残らないように溶かしていきます。48ステンレス棒に G1 無色透明を少しつけます。過芯部分に48ステンレス棒を接続します。反対側の48ステンレス棒を外します。先ほども言いましたが、ここから空気を排出しながら溶かします。前方から溶かして後方から空気を排出しながら溶かします。下向き、平行、上向きを繰り返しながら溶かします。左官ゴテをスライドさせながらガラスを中心へ集めます。先端をピンセットでつまんで取り除きます。光っている部分、黄緑色で示した部分はパーツとパーツの間の隙間です。この隙間を残さないように溶かしていきます。前方から溶かして後方から空気を排出しながら溶かします。下向き、平行、上向きを繰り返しながら溶かします。先ほどより隙間が減りました。空気が減りました。同じ場所を比較した写真です。48ステンレス棒を接続したら、反対側の48ステンレス棒を外します。隙間はまだ残っています。空気はまだ残っています。この隙間を溶かしてなくしていきます。平行方向で溶かします。下に向けて溶かすと穴を塞いでしまう可能性があります。穴を塞いでしまうと空気の逃げ道がなくなり、パーツの中に空気が残ってしまうので、排出する穴を塞がないように平行で溶かしていきます。溶けました。少し空気が残った部分もありますが、この程度の空気なら問題ないと思います。ピンセットでつまんで中心へガラスを集めます。コテを使って中心へ寄せていきます。先端をピンセットでつまみます。取り除きます。全体が柔らかくなったらガラス棒を接続します。ここから約2分30秒かけて伸ばします。最初の1分間ぐらいは温めるのみです。
1分あたりで少しだけ伸ばします。少しだけ伸ばした状態で温めを続けます。炎に入れたり出したりしながら、形を保ちながらガラスを柔らかくします。1分30秒あたりから徐々に伸ばしていきます。2分5秒あたりで炎から出して伸ばします。2分30秒で伸ばし終わりました。タイルカッターで切ります。パーライトに入れてゆっくり温度を下げます。長かったのでタイルカッターで切ります。残りのパーツを埋めます。1時間後、パーライトから取り出しました。お花パーツが完成です。お花パーツの先端を尖らせます。ピンセットで先端をつまみます。溶かしながら取ります。先端を尖らせました。タイルカッターで切ります。お花パーツは直径も長さも約8ミリです。G1 無色透明を溶かして一旦硬い状態にしました。右手ではお花パーツを軽く温めます。先端にお花パーツを差し込みます。差し込んだ状態です。G1 無色透明をお花パーツの上に乗せます。炎で切り離します。ここでガラスをよじると花も一緒によじれてしまうので、よじらないように注意してください。コテで軽く押さえます。丁寧に押さえてください。斜めに押さえると花も斜めになってしまいます。炎から出してコテで押さえます。丁寧に少しずつ押さえていきます。もう少し溶かしたら完成です。溶かしています。炎から出しました。1分8秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。1時間後にパーライトから取り出しました。完成品です。これで動画ナンバー104を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。何かが付着しているので取り除きます。取り除きたい部分に点打ちします。ピンセットでつまみます。少し溶かします。ピンセットでつまんで取り除きます。